女体をいたぶり臓物をぐちゃぐちゃにえぐり出したい。もしそんな衝動を持つ男がしばらく家に泊めてくれと言い出したら、2004年9月アメリカフロリダ州オーランド、47歳の男性チャーリー・ブラントは妻のテレサを伴いその町にある一軒家へやってきました。悪いね、しばらく世話になるよ。出迎えた姪のミシェル・リン・ジョーンズに困ったような笑顔でそう告げたチャーリー。チャーリーたち夫婦はもともと住んでいた地域に迫るハリケーンの予報を受け、ミシェルの家に避難してきたんです。結婚18年目のチャーリーはおとなしく真面目な愛妻家で、姪のミシェルとの関係も良好。賑やかになって嬉しいわ。そう言うと彼女は喜んでチャーリーをその家に迎え入れました。この時ミシェルは想像だにしていませんでした。この2週間後、自分が頭部と内臓を切除された遺体となって発見されるなどとは。温厚な叔父によって頭部を切断され内臓をえぐり出されてしまった女性。普通に見えたその男はなぜ突如牙を剥いたのか。その男の殺人衝動は30年以上も見過ごされていたんです。おさすけちゃんです。みやみやみこちょっとさ、私本当にもう初めてかもしれない。どうしたの？食中毒になって。食中毒？何食べて食中毒になったと思う？でも生牡蠣とか正解言われてもつまんないね。原因が正直わかんないの。生牡蠣。いや、そう、生牡蠣なんだけど、ノロウイルスだと思ったら、なんか症状がおかしくって、ノロウイルスって聞いたら普通さ、嘔吐と下痢と腹痛がやばいって聞くじゃない。まあ確かにね。私なったことないからどんなもんかと思ってたら、全く腹痛ないの。しかも結構ね、健康なおべんべんが出て、症状としては高熱8度3分ぐらいまで出たのね。で、めちゃくちゃ吐いたの。あと倦怠感と関節痛みたいな。背骨めっちゃ痛かったの。なんかこれ何？ちょっと教えて。フルマラソンだね。それフルマラソン直後のヤミコだよね、多分ね。でも確かになんか心なしかすごいね、すっきりした気がする。ちょっと痩せてない私。確かにすっきりした感じ。すっきりした？あ、本当？逆に良かったんじゃない？じゃあそう、良かった。めでたしって話、これ。と思うけど、ちょっと今日まだ元気ないですね。無理なさらずで。今回はアメリカフロリダ州で起きた猟奇的殺人事件をご紹介します。一見理想の夫とされた男が殺人を犯し、いろんなものがえぐられたぐちゃぐちゃの遺体が発見されるという常軌を逸した事件なんです。本当にその人が理想の夫って言われた人なの？なんか人間裏で何やるか分かんないもんね、そんなの聞かされると。本当にね、怖いんですけど、これ警察は実はその男が危険だっていうのを認識してたんですよ。それでもなんでその男が野放しにされ続けていたのかっていう、この理由を知ると本当にゾッとする話なんです。3人の人間がいたはずのその家の中にはおぞましい光景が広がっていたんです。愛妻家の男。2004年9月15日、アメリカフロリダ州中部の都市オーランド。30代の女性デビー・ナイトはとある一軒家を訪れました。変ね、いないの？デビーがインターフォンを鳴らしたその家は彼女の友人ミシェル・リン・ジョーンズの自宅。デビーがそこへやってきたのはミシェルの母親から娘と連絡が取れないから様子を見に行ってほしいと頼まれたためでした。玄関から呼びかけても誰も出てくる気配はなく、ガレージの方へ回って様子を見ることにしたデビー。そしてガラス戸の前へ来た時、彼女はその場に凍りつきました。大変！ガラス戸越しにデビーが見つけたのは中年男性の遺体。ガレージの中では友人ミシェルの叔父チャーリー・ブラントが自ら命を絶っていたんです。その後警察が捜査を進めると、家の中ではチャーリーの妻テレサと姪のミシェルも亡くなっていました。妻テレサはリビングで胸を何度も刺され死亡。自室で亡くなっていた姪ミシェルについては、なんと頭部を切り落とされ内臓を摘出された異様な姿で見つかったんです。家の中の状況からチャーリーは妻と姪を手にかけた後自ら死を選んだのだと推測されました。チャーリーと妻のテレサは2週間前大型のハリケーンの予報を受け、フロリダ州の離島ビッグパインキーから姪のミシェルの家へ避難してきたところ、チャーリーがその家に来た理由に不自然なところはなく、なぜこれほど凄惨な殺人事件が起きてしまったのか、周囲の人間には見当もつかなかったんです。この犯人はさ、理想の夫だと思われてたって言ってたでしょ、そんな人がこんな犯行するなんてさ、もう人間不信になっちゃうわよ。良き夫として周りの人からそうやって言われてたんですけど、実の妻からするとちょっと違和感はあったんですよ。
チャーリーは防衛関連の企業でレーダー技術者として働いていた男で、おとなしく優秀な職員として知られていました。妻のテレサ、通称テリとは結婚18年目。2人は旅行や釣りにたびたび出かけていた仲睦まじい夫婦で、テリは友人から次のように羨ましがられることもあったといいます。チャーリーの3分の1でもいいから、うちの夫ももうちょっと優しくしてくれたらいいのに。傍から見ればチャーリーは火の打ちどころのない夫。しかしそんな夫を人から褒められるたび、妻のテリはどこかモヤモヤと引っかかるものを感じていました。そう、テリは夫について一つだけ解せないことがあったんです。それは彼女がチャーリーの親族にほとんど会ったことがなかったこと。チャーリーは親戚付き合いを避けており、テリとの結婚式にさえ親族を一切招きませんでした。きっと話しにくい事情があるのよね。温厚で愛情深い夫のことを信頼していたテリー。彼女はチャーリーがなぜ堅くなに親族に会わせてくれないのかが気になりつつも、あえて詮索するようなことはしなかったんです。彼が過去に殺人を犯しているとは知りもせず。怖すぎ。じゃあ何？親族にはさ、殺人を理由にめちゃくちゃ距離取られてるってこと？実はそうではないんですよ。チャーリーが親族を紹介するってのは物理的に不可能なんです。13歳の悪魔。周囲から羨ましがられるほどの愛妻家だった男が突然妻と姪を殺害し、自らも命を絶ってしまった。多くの人にとって理解しがたいその状況で、一人だけチャーリーが異常行動を起こした理由に心当たりがある人物がいました。その人物とはチャーリーの姉アンジェラ。彼女は警察にチャーリーと過ごした幼少期のある出来事を語ったんです。あれはチャーリーが13歳の頃でした。時は遡り、事件から33年前の1971年1月3日、年末年始の浮かれた空気も落ち着いてきたその夜、チャーリーの父ハーバー・ブラントはバスルームの洗面台で髭を剃っていました。その隣では当時妊娠8ヶ月だった母イルサが入浴中。何の変哲もない穏やかな時間がそこには流れていたんです。その時、バスルームのドアを開けて入ってきたのは当時13歳のチャーリー。チャーリーか、一体どうした？父ハーバーがそう言いかけたかと思うと、チャーリーはバスタブの中の母親めがけ銃弾を放ちました。なんで撃っちゃったの？いきなりすぎるわよ、ちょっと。チャーリー亡き今となっては、彼がなぜ母親を撃ったのかはわからないんです。そしてチャーリーは続けて父と姉を狙うんです。自室にいた15歳の姉アンジェラは突然バスルームから聞こえたその銃声にただ唖然としていました。そしてどういうこと？何が起きてるの？激しく混乱し、その場で身動きできずにいた姉アンジェラ。すると先ほどの銃声から数分もしないうちにチャーリーがその部屋にやってきたんです。やめて！チャーリーは姉のアンジェラにもその銃口を向けましたが、両親を撃った時点で拳銃は弾切れ。2人はそのままもみ合いになりますが、アンジェラはどうにか外へ飛び出し、隣人に助けを求めたんです。姉アンジェラは33年前のこの事件を振り返り、こう語りました。I was just a little girl. I was running through the snow in my bloody nightgown, torn, just screaming. And all my life I've heard him screaming after me, Angie, you promised you wouldn't leave me. You promised you wouldn't leave me. 当時は最終的に近隣住民の通報でチャーリーが逮捕され、事態は収束しました。しかし母イルサとお腹の子はほぼ即死。至近距離から撃たれた父ハーバーは命こそ助かったものの、かなりの重傷を負ったんです。そして逮捕後、チャーリーは3度にわたって精神鑑定にかけられますが、結果はいずれも異常なし。彼は1年間精神科へ入院しますが、その後は家族の元へ戻り、何事もなかったかのように生活していたんです。いくら異常なしって診断されたとしてもさ、それ異常がどこにあるか分かんないってだけで、母親を殺害してたった1年で外に出るってありえなくない？いつまた同じ間違いが起きてもおかしくないわよ。軽すぎて驚きなんですよ、経営としてね、うん、ただ当時は彼のような少年犯罪者に対する考え方っていうのが今とは大きく違ったんです、というわけで本日のメトラキーワード、1970年代アメリカにおける医療モデルについて。1970年代のアメリカでは少年犯罪者に対して医療モデルという対処を行っていました。これは子供が罪を犯すのはその子の心が邪悪だからではなく、精神的な病のせいとする考え方。少年犯罪者は刑務所や少年院での更生ではなく、精神科治療を通じて社会復帰を目指すシステムとなっていたんです。しかしこのシステムには問題があり、深刻な精神疾患が見落とされた少年が再犯を犯すケースが多発。以降少年犯罪は厳罰化の道をたどることに。
チャーリーの場合も3種類もの精神鑑定を受けながら何の異常もないとされ、結果罰せられることはありませんでした。もしこの時点で病気か否かではなく彼が犯した罪そのものに着目する仕組みがあれば、その後の悲劇は防げたのかもしれません。チャーリーは精神科を退院し、その後は大きな問題を起こすこともなく進学。大学卒業後は防衛関連企業へ真面目に勤め、妻テリとの関係も円満。その姿からは殺人事件を起こしたなどとは想像もできませんでした。ただそんな結婚生活の中でも妻テリは実は一度だけチャーリーの本性を垣間見たことがあるんです。結婚3年目にあたる1989年のある夜、チャーリーはシャツを血まみれにして帰宅しました。ああ、これなんでもないよ。ちょっと一人で釣りに行ってて、魚をさばくのに失敗したんだ。チャーリーは普段通りの朗らかな笑みを浮かべ、そう言いますが、妻のテリは違和感を感じずにはいられませんでした。釣りに行っていた、魚をさばいたという割に、チャーリーは手ぶらで帰ってきたように見えていたから。しかし、妻のテリも夫を疑うようなことはしたくなかったのか、この時特にチャーリーを追求しなかったんです。怪しいわね。これチャーリーさ、他にも人殺してんじゃないの？それはどうでしょうかってところなんですけど、ただこの時妻がチャーリーに対するこの違和感ってのを気づいているけど見過ごしちゃったっていうことが、2人にとって最悪の結末を迎えることにつながるんです。隠し持った衝動。結婚18年目を迎えた2004年9月、チャーリーと妻のテリはフロリダ州ビッグパインキーの自宅を離れ、メイ・ミシェルが暮らすオーランドへやってきました。大きなハリケーンの予報を受け、妻と共に避難してきたチャーリー。そして彼らが訪ねてきて2週間が経とうという頃、メイのミシェルは友人のリサ・エモンズにこんな連絡を入れます。ごめんね、おじの夫婦がお酒を飲んで喧嘩し始めちゃって、今日はキャンセルでお願いできる？その日、友人リサはミシェルの家に招待されていたのですが、予定は中止に。そしてこの電話がミシェルにとって最後の電話になったんです。2004年9月15日、ミシェルの自宅を訪れた複数人の警官は、そこに広がっていた光景に戦慄していた。知人の家のガレージで男性が亡くなっていると通報を受け、その家へやってきた警察。亡くなっていたのはガレージで自ら命を絶ったチャーリー・ブラントだけではなかった。女性を殺害してそのまま自分もってことか。リビングに横たわっていた女性の遺体を前に警官は深くため息をついた。女性は胸部を何度となく刺されており、辺りは血の海。そこで殺人事件が起きたことはもはや疑う余地もない。ただ警官にとって本当の恐怖は実はここからだった。おい、大変だ、こっちへ来てくれ。別の部屋から響いた同僚の声にすぐに駆けつけた警官。するとその部屋には頭部を切断されたミシェルの遺体があった。胴体の隣に丁寧に置かれたその頭部は、まるで切り離された自分の体を眺めているかのよう。さらにその隣には彼女の体内から取り出された臓器の数々がきれいに並べられていた。ちょっと怖すぎない？何よ、臓器が綺麗に並べられてたって。チャーリーの中には人間をいたぶりたいとかぐちゃぐちゃにしたいみたいなサイコパス的な欲求っていうのがずっとあったんですよね。そしてチャーリーが妻に魚をさばいて血ついたんだよって言い訳をしていたシャツの理由っていうのも明らかになるんです。事件後、警察はチャーリーのビッグパインキーの自宅を捜査し、彼が外科手術に関する書籍や切り抜きなどを大量に隠し持っていたことを確認。さらにネットの履歴を調べると、女性への暴力や殺人の様子を映したグロテスクな裏ビデオを頻繁に検索していたことも分かりました。13歳で母親を殺害したあの日から表向きは問題なく過ごしているように見えていたチャーリー。しかし家宅捜索の結果は、彼が人知れず殺人衝動を募らせていたことを如実に物語っていたんです。警察は犯行の猟奇性と自宅から見つかったそれらの証拠からチャーリーにはまだ余罪があると睨みました。そして調査の結果、1973年以降フロリダ州でチャーリーの犯行と手口が酷似した未解決事件が頻発していることが分かったんです。例えば1989年にはチャーリーが暮らしていたビッグパインキーで頭部を切断され心臓を摘出された女性の遺体が発見されました。この女性が殺害されたのは妻のテリが血まみれで帰宅したチャーリーを見たあの日のこと。再捜査の結果、2005年にはこの犯行がチャーリーによるものであることが断定されています。その他にもチャーリーの犯行でほぼ間違いないと推定された殺人事件は最低でも6件。もしこれらの事件が本当に彼によるものだとすれば、チャーリーは10代から断続的に殺人を繰り返していたことになるんです。13歳で殺人を犯すも異常なしと判断され、特に罰を受けることもなかったチャーリー。彼のように危険性を見逃された犯罪者はあなたの身近にも潜んでいるかもしれません。もし親しくしている相手が危険な本性を隠し持っていると知ってしまったら、あなたはその人とどのように向き合いますか？おっそっす。皆さんね、いつもね、ご視聴ありがとうございます。こ
こでね、僕ら自身のね、悩みの共有でもあるんですが、はい、最近ね、YouTube もね、規制厳しいんですよ、本当に。でね、皆さんもね、感じてると思うんですよ。昔のね、YouTube と比べて、規制厳しいなと。まあ、アルゴメトリ限らずね、もう YouTube 全体でですよ、本当に。なので、まあ、ちょっと今ね、YouTube で規制されちゃう動画っていうのは全部ね、秘密結社アルゴメトリの方にアップロードさせていただいてるんですけども、まあ、具体的にはね、今 YouTube で見せれないね、動画っていうのはこういう動画になります。まあそれこそ最近話題になったいろんな人が拉致されてる KK エンクに関する動画だったりとか、あとはこれもう本当に超有名事件なんですけど、ハローキティ殺人事件。ハローキティの人形の中にちょっといろいろ入ってたっていうね、話なんですけど、まああとはね、もう本当にちょっと都市伝説界隈でも話題になっているね、ディープステートに関する事件とか、あとは初期だったらエプスタイン島事件だったりとかね、ここもちょっと繋がってたりするんですけど、また北九州監禁連続殺人事件だったりとか、まあ本当はちょっと YouTube でやりたいなと思いつつも、ちょっとやっぱもうアップした瞬間に規制の表示が出るんですよ、実はこれ。チャンネルの機器よね。そうそうそう。なので、ちょっと致し方なくね、オンラインサロンの方にアップロードはさせていただいてるんですけれども、まあ、ただね、オンラインサロンも意味はあって、まあ一応このサロンのね、収益の一部っていうのは、まあ犯罪被害者の方だったりとか、あとは災害の被害者の方に寄付はさせていただいてます。まあ、つまりね、これ秘密結社アルゴメトリに入って動画を見るだけで、サロンを通じてね、皆さんも寄付をね、行っていただいてるのと同じになるんです。あとはサロン限定のね、ライブ配信だったり、僕とヤミコさんと1対1でね、もう本当にオンラインでね、お話しできるワンオンワンの企画もね、すごい好評なんです。はい、あとはね、これ実際にね、対面しました。皆さんと、僕とヤミコさんがオフ会を開いて、東京でね、オフ会を開いた時の様子の写真です。まあ、というわけでね、本当にサロンもコンテンツ盛りだくさんで、こういった感じでね、入ってよかったなっていう声、多数いただいております。まあ、とはいえね、ちょっといきなりお金払ってね、動画見たことないよ、みたいな。ちょっと不安だよっていう方もね、いると思うんで、今回ね、特別にね、もう新春っていうことで、新春無料キャンペーンを実施させていただきたいと思います。まあ今この動画を見ている方が、今このタイミングで入会すればですね、無料で限定動画が見放題なんです。まあ、ですがね、ちょっとこちらの無料キャンペーン毎回好評で、僕らもね、ちょっと上限をつけてはいるんで、いきなり締め切っちゃう可能性あります。なので、今まさにこの動画見てる方は、お早めにね、固定コメント概要欄の方から秘密結社アルゴメトリをぜひチェックしていただければと思います。2006年7月10日、イラク戦争中のバグダッドで衝撃の映像が公開されました。映像に映し出されたのは2人のアメリカ兵の遺体。目をえぐられ舌を切り落とされた彼らは散々に拷問された挙句殺害されてしまったんです。さらに映像の中ではもう動かなくなった米兵の首を切り落とし見せしめのごとく掲げるシーンも。その映像をアップロードしたのはイスラム過激派組織ムジャヒディーン・シュラ評議会。彼らは2人の米兵を殺害した理由を次のように語りました。我々は米兵によって不名誉な目に遭わされた妹の復讐のため彼らを殺害した。そう、彼らの犯行は同胞の敵討ちでした。実はこの3ヶ月前、現地の治安維持を担っていた4人の米兵が14歳の少女を寄ってたかって強殺害したんです。14歳の少女を4人がかりで強殺害したアメリカ兵。彼らは一体どういうつもりで奪う必要のないその命を奪ってしまったのか。占領政策を任されていた彼らにとって現地人を殺すのはアリを潰すのと同じくらいの感覚だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。